ついただいておりまして、山田涼介さんと浜辺美波さんを占ってほしいと、付き合うことがあるのか、そしてその先の発展性みたいなものを見てほしいというリクエストをいただいております。リクエストありがとうございます。浜辺美波さんは一度ね、結構ってずいぶん前なのかな、一度占わさせていただいてますけれども、隠しく火曜日の方なんですね。七曜両筆の方です。で、前回浜辺さん占った時も確か七曜両筆カップルだったんですが、今回、占わさせていただきます山田涼介さんはもう美宿の日曜日、金剛武術当たってらっしゃいますね。でさらに七曜両筆が当たってらっしゃる方です。また両筆カップルなんですね。カップル、今現時点ではねお付き合いされてるとかっていう、ことではないんでしょうけれども、そうで、この山田涼介さんは命理が満門病薬医が当たっていらっしゃる方で、あと破門に加害が当たってらっしゃるんですね。だから結構危うい要素を持っていらっしゃる方かなと。で反面検問が同木医であって、ご自身の運命を受け入れてしっかりと、自分の役回りっていうものを、役回りに徹することで運気が開けていきますよっていう、そういう暗示を持ってらっしゃいますね。だから病薬医とあと破門加害医っていうちょっとこう、陰性の強い要素をね持ってらっしゃる方です。で浜辺美波さんは隠しく、職人気質で遊び人の粛清なんですけれども、さらに火曜日当たってらっしゃって、非常になんていうの、頑固一徹みたいな、そういうイメージがある粛清と七曜のね取り合わせなんですけれども、七曜両筆が当たっておりまして、意外に内にこもる方なのかなという気がします。隠しくは結構乙女チックな粛清で、なんかご自身の理想みたいなものが、その機運が内にこもる方なのかなっていう印象を受けますね。で命理非常に安定している堅実な命理持ってらっしゃって、縄文命医に、そして質問在白医に持ってらっしゃいますね。自我の確立、自分をなんか社会で自己表現することに対するそのインスピレーション、どうしたら自分を確立できるかなっていうことに対する探求心みたいなもの、それと同時に非常に現実的に生きていくために先立つものが必要だというような質問在白衣という要素を持ってらっしゃいますよね。でね、結婚に関して、結婚とか恋愛だよね、恋愛に関する運気なんだけれども、浜辺美波さんは2025年の4月から2028年まで、今期高いと出てますね。まだ大変お若いので、結婚はひょっとしたらまだないのかもしれないけれども、その機運自体は非常に高いですね。で山田涼介さんは2024年今年の6月までが閉門遷移が当たってらっしゃいまして、変化発展の時、次元上昇、次の自分のネクストステージに上がっていく力、そういう機運を持っていらっしゃいます。で以降は、縄文貫禄医に入ってかれるんですけれども、やっぱお仕事モードになるのかなっていう気がしますね。見ようによっては不正の高まりとかになるから、もし色恋が成就してるんならね、恋愛が成就してるんだったら不正の高まり、結婚に対する意識の高まりっていう方に、流れていくのかなっていう気もします。
でお互いの吉凶なんですけれども、奇星の関係になっております。山田涼介さんのホロスコープ上、浜辺美波さんは平門男女位に検問同木位2となってますね。でそして浜辺美波さんのホロスコープ上、山田涼介さんは鬼門電卓位の中に入っていらっしゃいます。むちゃむちゃいい相性だというわけではないですけれども、悪くない相性だと思いますね。ずば抜けていいというわけではないけれども、良い相性だと深掘りしてみてもそのように見えます。さて、ちょっとお二方のなんか今後恋に発展していくのか、それ以上の発展あるのかっていうところをタロットで見ていきたいと思います。ここでラバーズが来てますね。3か。山田涼介さん結構なんか強い思いを持ってらっしゃったかもしれないね。そしてフール、最後いきましょう。ドン。3オブカップス、なんか爽やかなカードが最後来ましたが、浜辺美波さんはね、ちょっと若い男性の存在と少し迷っていらっしゃるのかもしれないよね。山田涼介さんのなんかすごく強い思いみたいなものはすごく感じるし、ラバーズとサンが来ててかなり熱いんですが、やっぱり、浜辺美波さんがなんか若い別の存在と少し迷っているよと。でそして最終的に3オブカップスなんですが、やっぱ2人の関係性は変化していくというふうに見えますよね。その消極的なエネジーは全然感じない。何か積極的な変化とか、ひょっとすればその門出とかね、一つの門出でなんかこれから先っていうことで言えばね、やっぱりなんかお二人の関係、今あるそのパワーバランスっていうのはやっぱり変化していくよと。別にその消極的なそのネガティブなエネジーっていうのは全然感じないんだけど、一つのなんか門出のようなさらなる発展というような力を感じるんですが、やっぱり変わっていくっていうのかな。そして浜辺さんはやっぱりなんか別の方の存在っていうのがあるよっていうのが出てるね。その中の何か、3つのバランスっていう風にも取れますね。どちらかというとやっぱ山田涼介さんがすごく非常に年上っていうこともあって、なんか熱い思いとかしっかりとしたなんか意識で、浜辺さんのことを見てるのかなっていうのが出てますね。結構熱いんですよ。だけどラバーズとサンが来てますからね。気持ちは熱くだけれども、すごくちょっとクールに、そしてドライに何か関係性を、実際の関係性っていうのはそうなのかな。で今後のなんか展開とか、なんか恋人関係とか、さらにその先の展開っていうことで考えれば、今現時点を表しているのは2人だけの関係に没頭する状態だけは没頭できる状態ではないよっていうのが出てますね。ただその消極的な力ではなくて、
こう発展性を感じる、エネジーを感じますので、可能性としてはあるのかなと思います。ただ変化を表してますから、これから関係は変化していくっていうのも加味してですね。さてさて、いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リキタロトリキでした。それではまた、バイバイ。